原型をとどめないほどに顔面ぐちゃぐちゃの状態で殺害された15歳の少女。彼女はただ好きな人の気持ちを確かめたかっただけなんです。2012年3月10日、アメリカユタ州ジョーダンパークウェイ、15歳の少女アニー・カスプル・ザックは恋人のダーウィン・クリストファー・バグショーと夜の散歩を楽しんでいました。冗談を言いながら笑い合い、川沿いを歩いていた2人。そんなさなか、私たちこれから本当にカリフォルニアまで逃げるのね。先ほどまでとは違って真剣な表情でそう切り出した少女アニー。そう、2人は駆け落ちをする約束で今日この場所へ来たんです。しかし、そう返事をしながらも川岸に落ちていたシャベルを拾い上げたバグショー。次の瞬間、彼はアニーの顔めがけて思い切りそれを振り下ろしました。死ね、死ね、絶対に知られたくないんだ。お前を妊娠させたことを。恋人の子供を妊娠したことを理由に殺されてしまった少女。愛されたかっただけの彼女がなぜ殺されなければならなかったのか。恋人は気がついていなかったんです。少女の告白のその本当の意味に。おさすけちゃんです。宮宮んです。あなたさ、今シーズンカニ食べた？食べてない。俺カニアレルギーなの。それ本当に？カニとエビ。リアルにアレルギー診断で出て、ただ別に食べれんのよ。でもちょっと痒くなっちゃうよね。あれ触るとちょっと痒くなるぐらいで、でも食べれるっちゃ食べれる。甲殻類アレルギーの方は多いわよね。そう。いやでもさ、カニ食べ放題とか行ったことある？昔あったけど最近行かないね。アレルギーが出てね。なんかそんなめっちゃ食べたいとは思う。カニってなんか取るのって悪くない？そうなのよ。なんかね、食べてる時間より殻むいてる時間の方が長くなっちゃうから。私ね、時々 SNS でこう剥くといいよって出てくるじゃない。そのやり方でやるんだけど全然できないのよ。できないよ。どうやったらできるの？勝手に剥いたら持ってきてほしい。そうなのよ。カニは我々の見解としては食べなくていいです。いや、食べたいわよ。北海道の皆さんと天国のおばあちゃんに申し訳ないけど、カニ食べなくていいです。じゃあ、剥いてくれる方いらっしゃったら連絡ください。いや、なんか嫌だな。店の人にやってもらいたい。知らない人に剥いてもらったら嫌でしょ、お互いに。じゃあ、美味しいお店行きましょう。お互いにね。今回ご紹介するのはアメリカユタ州で起きた殺人事件について。被害者は15歳の少女だったんですけれども、彼女はあまりにもクズすぎる理由で殺されてしまったんです。クズすぎる？クズっていうと単に自己中でさ、お金目的だとか、性的な目的だとかっていう理由がありそうだけど。今回の犯人はそういうね、欲望じゃなくて、責任逃れのための殺害だったんです。ある日突然行方不明になった15歳の少女。その失踪は本来愛の逃避行のはずだったんです。奪われた日常。2012年3月10日、アメリカユタ州リバートン。夜8時、その家に響いたのは一家の母ベロニカ・カスプルザックの声。あなた、アニーがいないわ。アニーというのはその家の15歳の娘のこと。ついさっき母ベロニカがシャワーを浴びに行くタイミングで自分の部屋へ戻っていったアニー。しかしシャワーから出た母がアニーの部屋に向かってみると、そこはもぬけの殻でした。そしてアニーがどういうつもりで姿を消したのかはすぐに明らかに。おい、枕の下にこんなものがあったぞ。父親のジェームズがアニーのベッドで見つけたそれは彼女から両親への置き手紙。パパ、ママ、ごめんなさい。私はもうここにはいられなくなったのでカリフォルニアへ向かいます。友達みんなに嘘をついちゃったから、それは紛れもなく家出することを告げる手紙でした。そんな、アニー、嘘だと言って。母ベロニカはアニーの手紙を前に呆然としながらも彼女と初めて会った時のことを思い出しました。時は遡り2007年1月、黒髪を長く伸ばした少女がベロニカとその夫ジェームズの家を訪れました。彼女こそ当時9歳のアニーでした。アニーはこの家に里子にやってきたんです。はじめまして、私はベロニカよ。母ベロニカがそう問いかけてもそっぽを向いて何も答えようとはしないアニー。そう、彼女は完全に心を閉ざしてしまっていたんです。どうせこの人たちもすぐに私を施設へ返すのよ。あら、なんかこれまでに里親のところでなんか嫌な経験をしてきたってことかしら。これね、里親っていうよりも彼女は自身の生まれについてある葛藤を抱えていたんです。他人に対して完全に心を閉ざしてしまっていたアニー。
彼女のその態度の理由は実の両親からの虐待にありました。ひどい虐待家庭に生まれたアニーはまだ幼くしてその家にいられなくなってしまい孤児院へ。以降ベロニカの元へ来るまでに8回も里子に出されていましたが、大人に不信感を持っていた彼女はどの家庭でも反抗的態度を取りました。そうする中で里子に出されては孤児院に戻されてを繰り返してきたんです。そして9回目の里親がベロニカとジェームズ、彼らに出会ったことでアニーの運命は変わったんです。母親のベロニカはユタ州の児童福祉局に勤める熱心な職員。どんな問題を抱える子供でも平等な機会を得るべきだという考えが彼女の心情でした。アニー、今度の休みは家族旅行に行きましょう。母親のベロニカとジェームズはアニーを実の子のように可愛がり、様々な場所へ連れて行ってくれました。ほら、赤いスニーカー欲しがってたよな。2012年のバレンタイン、父ジェームズはそう言ってアニーにスニーカーをプレゼント。家族旅行も両親からのプレゼントもアニーにとっては初めての経験。ベロニカとジェームズの温かな人柄が凍りついていた彼女の心を溶かしたんです。すごく素敵な話じゃないの。どう転んだらさ家出するみたいなことになっちゃうの、きっかけはアニーに好きな人ができたことだったんです。すっかりベロニカたちの一家に馴染んだアニーはその後ユタ州ドライパーの中学校へ進学。彼女はこの頃には打って変わって明るい少女に成長しており、学校での人間関係も至ってうまくいっている様子でした。そんな折アニーは数学のクラスで一緒になった一人の少年が気になり始めました。彼の名はダーウィン・クリストファー・バグショー。バグショーとアニーは出会って間もなく恋人同士に。そして交際し始めてから約1年が経った頃、アニーはあの置き手紙を残して家族の元を去ってしまったんです。バグショーとアニーの関係を知っていた両親は当然彼にも連絡を取りました。するとバグショーはひどく冷めた様子でこう言ったんです。アニーは別の男と駆け落ちするって言ってましたよ。アニーはバグショーのことが好きだったんでしょ、心変わりしちゃったの？いや、そういうことではね、ないんですよ。問題は別の男と駆け落ちしたって話が本当かどうかってことなんです。この後アニーが発見されるんですが、彼女は一体どこへ行ってしまったのか。別の男。アニーが姿を消した翌日の3月11日、ジョーダン川のそばをジョギングしていた男性は川岸に見慣れないものがあることに気がつきました。ひどいことするやつもいたもんだな。男性が見つめる先にあったのは大きな血だまり。男性はそれを誰かが動物を虐待した後だと思ったんです。しかしそれは決して動物の血などではありませんでした。血だまりのそばには一足の赤いスニーカーが落ちていたんです。そのスニーカーは確かにバレンタインの日に父親のジェームズがアニーにプレゼントしたものでした。その後警察が調査すると、川岸にあった血だまりは確かに人間のものだと発覚。ヘリコプターを使った捜索の結果、川を北へ 1.5 キロ進んだ先に赤いスニーカーを片方だけ履いた少女の遺体が浮かんでいたんです。 DNA 鑑定の結果、遺体はアニーのものだと確定。遺体の確認に向かった父ジェームズは変わり果てた娘の姿にただ唖然とするしかありませんでした。アニーの顔は骨が粉々に砕けるほど殴打されており、ぐちゃぐちゃの状態。ただ一つ、アニーのチャームポイントだった顎のエクボだけがその面影を残していたんです。ちょっとえげつなさすぎる、これは、家出した先で誰かに殺されちゃったってことでしょ。よく思い出してほしいんですよね。怪しい人物が一人いるんです。事件から4日後の3月14日、警察はアニーの交際相手であるバグショーの元へ訪れました。それはアニーの部屋を調べた際、彼女の日記にバグショーについて気になる内容が記されていたため、日記には確かにこう書かれていたんです。2012年3月1日、バグショーとの子供を妊娠した。ずっと夢だったお母さんになれる。孤児院で育ったアニーのその夢は、長く母親のぬくもりを知らなかったがゆえの憧れ。彼女は日記の中でその夢がもうすぐ叶いそうなことを喜んでいたんです。しかし警察にそのことを問われたバグショーはきっぱりとこう言いました。俺じゃないですよ、別の男の子供です。アニーは LJ ってあだ名の年上の男とセックスしたって言ってました。それでそいつと駆け落ちするって。ただこの時警察は見逃しませんでした。バグショーの履いていた靴に血痕が付着していることを。バグショーはその結婚について次のように説明。2週間くらい前だったかな、ダチの家でアニーも一緒に遊んでいた時にあいつ鼻血を出したんです。これはその時のですよ。その後警察はバグショーの友人にも事情聴取すると、友人は確かにその日アニーが鼻血を出したと語ったんです。さらに友人はバグショーが言っていた LJ という男のことにも言及。かなりの不良ですよ。アニーのことを気に入ってて恋人のバグショーを殺すとか言い出したんです。だからバグショーはアニーから手を引いたんだ。警察はバグショーや友人が話した LJ なる
る人物について捜査を進めますが、バグ省の周りの人間は誰も彼の連絡先を知りませんでした。そのため警察は地域住民に向けて広く情報提供を募るんです。するとすぐに LJ についてタレコミを寄せた女性が、ウエストジョーダンにギャングの友達がいて、そいつのあだ名が LJ なの。 LJ の正体はダニエル・フェリーという麻薬の売人。バグ省たちが言っているヤバい不良という人となりとぴったり合っていました。女性によると、事件の日ダニエルは被害者のアニーに性行為の誘いを断られ、激怒して殺してしまったとのこと。ダニエルはアニーの頭を掴んで壁に何度も叩きつけ、壁に穴が開いてしまうほどだったといいます。そして彼女が息を引き取ると SUV に乗せて数時間かけて川に捨てに行ったとも。警察がダニエルの自宅へ向かうと、壁には確かに穴が開いており、赤いシミも残っていました。さらにアニーの写真を見せると、ダニエルは面識があると言い、彼が犯人で間違いないように思えたんです。もう絶対こいつ犯人じゃないのよ。そうなってくるともうバグショーは何も関係なかったってことになるわよね。それはどうでしょうかってところなんですけど、実はギャングのダニエルが逮捕されてから1年後にとんでもない事実が発覚するんです。愚かな隠蔽。事件から1年後の2013年3月6日、警察に長く勾留されていたダニエルが釈放されました。結局ダニエルの自宅で見つかった赤いシミは血痕ではなかったことが判明。さらにアニーが殺害された当日、彼は犯行現場とは離れた場所で喧嘩をしていたことが発覚し、アニーを殺害することは物理的に不可能だとされたんです。ただダニエルの知人女性は確かに彼が壁にアニーの頭を叩きつけているのを見たと話していました。実はあの女性の話はダニエルを陥れるための出任せだったんです。女性はダニエルに好意を抱いていましたが、彼に関係を断たれてしまい腹が立っての行動だったといいます。何よそれ。じゃあ警察はデマに流されて1年間無駄な捜査してたってことでしょ。いやこれデマを流した女性の方もさ、人が亡くなってんのに何考えてんのよ。本当ね、これ絶対やっちゃダメなことですよね。そしてダニエルが犯人じゃないとすると、怪しくなるのはやはりあの男だったんです。ダニエルが釈放されたことで警察の捜査はまた振り出しに。警察が気になったのはやはりバグショーのことでした。警察は専門家をチームに加え、バグショーの携帯の通話やメール約3万5000件分を徹底的に解析すると、すぐに事件当日彼が不可解な行動をとっていることが分かります。バグショーは自分の靴の血痕についてアニーが鼻血を出したと話しており、そのことについては彼の友人も見たと証言していました。この鼻血についてバグショーが友人に送ったメールにとんでもない内容のものがあったんです。警察に何か聞かれたら、アニーが鼻血を出したって言ってくれ、頼むよ、疑われてるんだ。そしてこの他にもバグショーは彼が犯人であることを確信づける内容のメールを恋人のアニーに送っていました。2012年3月10日の夜、バグショーは自分の部屋で一人頭を抱えていた。まずいことになったぞ。彼が悩んでいたのは恋人のアニーからの唐突な告白について。彼女がバグショーの子供を妊娠したことだった。一方でアニーはバグショーの子を妊娠できたことを心底喜んでいた。そして長く母親と呼べる存在がいなかったアニーにとって、自分が母親になることは何よりも強く望んだ夢だった。しかしバグショーは14歳、アニーは15歳とまだ若かった。アニーは周りの友達にも妊娠したことを言いふらしている。このままじゃ父さんや母さんの耳に入るのも時間の問題だぞ。そう、バグショーはまだ15歳のアニーを妊娠させてしまったことを両親に打ち明ける勇気がなかった。しばらく考え込んだ後、意を決したようにメールを打ち始めたバグショー。なあアニー、俺と駆け落ちしないか。恋人のバグショーのメールを受け取ったアニーは、それが彼女を誘い出すための罠だとは知らず、両親に置き手紙をして家を抜け出しました。そこからリバートン市立公園で落ち合った2人はいつもと変わらず冗談を言いながら夜の散歩を楽しんだといいます。しかしジョーダン川のほとりまでやってきたところでバグショーは豹変。落ちていたシャベルでアニーの顔が原型をとどめないほどに殴りつけ、川に遺体を投げ捨ててしまうんです。またここで皆さんに思い出していただきたいことがあります。それはアニーが両親に残した置き手紙の内容。パパ、ママ、ごめんなさい。私はもうここにはいられなくなったのでカリフォルニアへ向かいます。友達みんなに嘘をついちゃったから。アニーはその手紙の中で友達みんなに嘘をついたと書き記していました。実はアニーは妊娠していると嘘をついていたんです。彼女は少し前に妊娠検査薬を使用しており、結果は陰性。一方でバグショーとの未来を夢見たアニーは彼や周囲の友人に妊娠したと嘘をつき続けていたんです。バグショーはさ、妊娠させたことが親にバレたらまずいと思って殺したんでしょ。でもアニーは妊娠してなかったの。
そうなんです。2人はね、最悪のすれ違いを起こしていたんです。そしてアニーが妊娠したと嘘をついたのは、心理学的には試し行動と言われるものなんです。というわけで本日のメトラキーワード、試し行動について。試し行動とは、自分が愛されてるか不安に思うあまり、わざと相手を試す行動をとること。別れようと言って引き止めてもらったり、わざと連絡を絶って相手が必死に連絡してくることに安心感を覚えたり、アニーが取った妊娠したと嘘をつく行動も、そう言われた際の相手の反応で愛情を確かめるための試し行動なんです。試し行動は特に子供にもよく見られますが、大人の場合は親からの愛情を感じられずに育ったアダルトチルドレンによく見られます。アダルトチルドレンとは、幼少期のトラウマや問題を抱えたまま大人になった人のこと。自己肯定感が低く、人に依存する傾向が強いアダルトチルドレンは、相手の愛情を感じられないとすぐに不安を感じてしまうんです。バグ賞は犯行時14歳と通常なら少年扱いの年齢ですが、犯行があまりに残虐極まりないものだったため、成人同様に裁かれることに。事件から4年後、2016年4月25日、第1級殺人で有罪となったバグ賞の判決は、最低15年仮釈放なしの終身刑。すべてのことについて本当に申し訳なく思っています。バグ賞はそう言って遺族に謝罪。動機についても、妊娠を告げられ、それを両親に知られたくなくて殺害したと包み隠さず明かしました。しかしながら、その反省は遅すぎたと言わざるを得ません。アニーが亡くなってからバグ賞が逮捕されるまで、実に丸2年の月日を要しました。その間、別の人間が5人逮捕されたとしても、黙って見過ごしていたバグ賞。もしそのまま疑われていなかったら、彼は果たして罪を自白したでしょうか。アニーの唯一の過ちは、あなたとの将来に希望を持って恋に落ちてしまったことです。法廷でバグ賞に向けてそう語った母ベロニカ。彼女たち家族に出会ってからアニーは、ママのように子供を救う大人になりたいと心理療法士を目指し始めました。里親をいくつも転々とする日々から確実にいい方向へ向かっていたアニーの人生。最愛の恋人によってその人生を台無しにされることほど悲しいことはないでしょう。あなたはアニーのように大切な人を信じて裏切られてしまったことはありますか？